都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。ハメジュンカップ番外編格ゲークイズ王決定戦。はい、ということでここから後半戦やっていきます。はい、よろしくお願いします。今回のルールは格闘ゲームおよび格ゲー喫茶ハメジュンに関する内容から出題します。クイズの種類は基本クイズ、イントロクイズ、映像クイズ、スペシャルクイズの4種類で最もポイントの高かった選手が優勝。優勝得点は記念トロフィーと格ゲー喫茶ハメジュンに写真が飾られます。今回の格ゲークイズ王決定戦は数の子選手、灰谷選手、フード選手、歌広場が出場。灰谷選手のリードで後半戦スタート。それではまずは基本問題ということで問題を読み上げます。ストリートファイター5にある V トリガーの中で唯一 V ゲージが1つしかないものはキャラクターと V トリガー名を答えてください。正解はダンの V トリガー1覇王画道剣でした。後半戦は全員不正解からスタートです。次の問題、バーチャファイターシリーズをプレイするブンブン丸選手が過去に対戦したことのあるハリウッドスターは誰でしょう？ハリウッドスター対戦してるの？それきついだろ。すごい。ハリウッドスター。それきついし、俺出てる時にそんなこと言ってなかったんですよ。マスターはそのハリウッドスターのことを作品を見てますか？見てます。そのハリウッドスターを動物に例えてください。これをね答えると回答になる可能性がある。答えると回答になるぐらい動物とはゆかりがあるでハリウッドでしょ？ハリウッドスターです。あ、分かったんで次行きましょう。はい、それでは皆様回答をお願いします。はい、ということで歌広場、数の子、灰谷、フード全員ジャッキー・チェン。全員なんや。あれ？答えはジャッキー・チェンです。これよ。よかった。じゃあ次の問題。はい、ワールドヒーローズ2では全てのキャラクターが相手の飛び道具を跳ね返す飛び道具返しを使用することができますが、その操作方法を答えてください。操作をボタンを使いますかこれ？操作方法は何でしょうか？操作方法。わかんねえ、マジでわかんねマジでわかんねえけど、これ行くしかねえ。はい、それでは皆様回答お願いします。歌広場さんはヒットする直前にレバーを前に入れる。数の子選手は前後ろ前攻撃ボタン。そして灰谷選手は直前ガードで、フード選手は前後ろパンチ。なるほど。正解は飛び道具を直前でガードするでした。灰谷選手お見事。ないじゃん。じゃあ次の問題に行きたいと思います。ソウルキャリバー1のアイビーが持つ投げ技、マイトアトラスのコマンドが右下左上前下右下左下、ナンバーキーにすると376231になっているんですけれども、これは当時のナムコ本社の何に由来してるでしょうか376由来してる。確かに変わってる。このコマンド入力376231投げ、はい、という入力なんですけども、これは一体ナムコ本社の何に由来しているでしょうか？はい、それでは皆様回答お願いします。はい、正解は電話番号でした。残念ながら全員不正解です。この問題は難しかったようですね。じゃあ次の問題に、これはね難しいけどどうなんでしょうね。大乱闘スマッシュブラザーズシリーズで活躍する米選手がプロゲーマーになる前についていた職業は何でしょう？そのままで言っていい？ヒントがそれしかないですけど。そうね、情報が。まあなんでしょう。米選手なんですけれども、プロゲーマーになる前はかなりお堅い職業についておりまして、職場ではゲームの話をされることもあったそうです。じゃあ違うわ。このスマブラで活躍しているということを職場にも知られていたと。なるほど。それでは皆様答えお願いします。これははい、ということで歌広場さん数学教師、数の子選手税理士、灰谷選手教師、フード選手プロレスラー。プロレスラー。誰と盛り上がってるの？答えは数学教師でした。数学までいかなかったこれ。いや、これは灰谷さんいいでしょ。これポイントを上げましょう。ちゃんとね
教師にたどり着いてましたからね。その時の子供とかめっちゃ応援してるでしょうね。次の問題はまたイントロ早押しクイズになります。キャラクターボイスを聞いてキャラクター名、技名、そして作品名を答えてください。それでは、こちらの音を聞いてください。どうぞ。古野選手。画廊伝説上東の何時あれはい、大選手。バーチャファイタバーチャこんなやーついないぞ。のラウン、俺ずっとやってるけど。バーチャファイターの2のラウン。これさ旋風が前 KG の技。いや、連関転身脚。アッパーじゃない？転身脚か。はいってやつですね。はい、それでは次の問題です。次のキャラクターボイスを聞いて、キャラクターとその作品名を答えてください。はい、歌いろうさん。KOF99 のゆり坂崎。はい、谷選手。KF14 のゆり坂崎。違うんか。和夫選手。龍子の剣のゆり坂崎。おお、面白いですね。ヒント。キングオブファイターズシリーズではありません。はい、はい、歌いろうさん。SNK ヒロインズのゆり坂崎。最後にさフィニッシュみたいなのが聞いたことないボイスだったなと思って。そうですね。ああ、なるほど。ここから各駅サメ順にまつわるクイズです。各駅サメ順記念すべき第1回目のゲストは誰でしょう。これはもうこれはさすがに。さすがに？これはさすがに。さすがに？それヒントですか？もう超代表ですか？超代表いやもうですか？超代表してる。まあ超代表ですね。はい、それでは出してください。お願いします。はい、ということで、歌いろうさん答え時戸さん、ぼんちゃんさん。あ、そうなの？あ、そうだ和った子選手は記憶ある。梅原時戸。はい谷選手は梅原大貫。そして古野選手は時戸孫。正解は時戸選手とぼんちゃん選手です。さすがに。それでは次の問題いきたいと思います。格ゲーレッスンコーナーにおいて、いつかちゃんが初めて勝利を果たした先生は一体誰でしょうか。あったな。待って、プロなんですよね、その人。プロゲーマーですよ。マスター、モノマネしてくださいその人。なんかね、こういう感じ。マスターボケ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 。こういう感じ。じゃあ違う。それや。それでは回答お願いいたします。歌広場さんは竹内ジョン、和子選手立川、はい谷選手ジョン竹内で、フード選手がキッチパー。正解は竹内ジョン選手。はい、全然大丈夫です。はい、大丈夫ですよ。それでは次の問題に行きたいと思います。はいジュン君がこれまでお店でストリートファイター5でプロ選手と対戦した勝敗数、こちらを答えてください。一番近い人が正解です。何回やってんだって話なんだよね。じゃあ行きましょう。40試合やっております。めっちゃやってんな。すげえやってる。40試合やってます。そうそう勝てないはずなんよな。でもさすがにやっぱプロ。さすがに。皆さんの回答はご覧の通り。実際に戦った歌広場は10勝と回答しました。答えは8勝32敗でした。ということで10勝が一番近い。8勝か。歌広場さんと和野選手が正解です。ちなみにこの中に僕勝ったことある人います。ハイタニーさんの号機に勝ってますね僕ね。ああ、そうあれも含まれてんのか。当たり前でしょ。それではじゃあ次のクイズは名言クイズですね。また各駅さん目順で、繰り出された名言クイズ、こちらも、書き問題になっております。ご記録プレゼンツ第3回ハメ順カップ。はい。そして大きい攻め投げ、どうなるの。優勝水原。水原優勝しましたね。これ覚えてますね。本当に見応えのある試合でしたね。君はありがとうございます。優勝おめでとう。あった。
俺ひどい言葉頭に浮かんだけどさすがに言わないよな。ちなみに聞かせてください。多分それ違うんで。言葉。雑魚派？雑魚派って何？君はい雑魚派。や俺もそうなかった。君も雑魚、君は雑魚、君も雑魚、俺水あ、そう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 。そうそれはどういう発想？格ゲーマーどういう発想なの？君は雑魚、俺水派でどういうこと？まあ名前はまあ本当にヒントです。名前がヒント。俺水派で終わってるんで。雑魚派はないでしょ。これ多分いけるわ。そうそうそう。雑魚派はさこれ推理でいい。これこそ推理でいける。はい、はいそれでは回答お願いします。からんわ。皆さんの回答はご覧の通り。それでは正解 VTR を見ていきましょう。君はコーヒー派、お茶派、俺水派。逆だけど。これ以外やってないですよね。まあこれは確かにちょっとフード選手にはこれ渡したいですね。ちょっと1ポイントね。渡したい。うん。宇田広場さんとフード選手正解でいきましょう。はいはい。ありがとうございます。それでは次の問題です。こちらも格ゲー喫茶ハメ順名言クイズです。絶対にこいつには勝たせないようにしようっていう気持ちにさせてくれましたね。ゲームじゃないんだな。多分彼がもっといい人だったら俺多分負けてたと思います。面白いその話。なんかもうそんな倒してやろうって気持ちにならないで、闘争心に火がつく。闘争心に多分火がつかなかったと思うんですよ。だから本当ありがとう。勝負中連中。この林どうする。さあ削りだソニックアニケ見事勝利を果たしたら梅原。おめでとうございます。勝利を果たした梅原選手いかがだったでしょうか。そうですね。まあこの映像の序盤にあったこの梅原選手と大貫選手のやり取りもヒントになってます。ただ一応これヒントとしてはこれ梅原さんのこれまでの名言とは被っていません。じゃあ違う。まあいろんな名言をね残されてる方ですけど負ける要素ない言わないここで。そうだからこれまでに知られている言葉ではなくここで初めて使った面白ワードがありました。煽りですか？煽りです。煽り。煽りか。梅原選手が語った名言を皆さんご覧の通りに回答。それでは正解 VTR です。見事勝利を果たしたら梅原。おめでとうございます。勝利を果たした梅原選手いかがだったでしょうか。そうですね。まあこれをずっとやってきました。これをずっとやってきた。普通やな。めっちゃ普通やん。大貫さんを成敗するのを何度も繰り返してここまでやってきたぞと。そういうことか。そういうことね。いうことなんですよ。はい。俺たちの中の梅ちゃんが大きすぎてこの回答になったまあってそうことね。ですね。そうですね。ここからは映像問題です。表示された映像を見て、まあそのキャラクターの技名を答えてください。はい。ダメ。はい、ということで、まあ、このファウストですね、ギルディギアストライブよりこのファウストが繰り出したこの技は一体何という名前でしょうか。これって新作で技名変わってます。鋭い、めっちゃ鋭い。これじゃあ元々のこれ投げですよね。投げ投げ元々の投げはめった切りみたいな名前だったよね。そうです。言っちゃっていいの？投げられた後アフロになる。これのアフロにするんですよ。それ関係あるんですかそれ。鋭い。お。じゃあこれですね。はい。はい、それでは回答皆さんよろしくお願いします。まずは宇田広さん答え、めった切り回。はい。そして風間選手めった切り。変わってない読みですか。変わって変ないわってない読み。灰谷選手がめった3発。そしてウード選手はこれは医療ですよ。ないだろう。いやけどやってる時に手術っぽいことしてるんですよ。あ、なるほど、確かにね。答えはめった狩りでした。うわー惜しい。ガリか。ということで惜しい。灰谷選手すごい鋭くて、そうなんですよ、技名変わったんですよ。なるほど。めった切りから髪をこう刈るんでめった狩りになったっていう。だから3発相当頑張ってるんですけど惜しかったですね。いや惜しかった俺は。格ゲークイズ王決定戦、ここまでの成績は灰谷選手と歌広場が13ポイントで同点首位。最終問題は10ポイントのスペシャル問題です。次の問題スペシャルクイズ映像があるんですけれども、はい。これから板橋ザンギエフ選手とおドグラ選手がおストリートファイター5で1試合選手戦います。ラウンドスコア、とともにどちらが勝つかを予想してください。ちなみに板橋ザンギエフ選手の使用キャラクターはザンギエフ、
ドグラ選手の使用キャラクターはベガになります。これって本当に1試合しかやってないですか？じゃあこれから一先やってくださいっつってやってもらってのスコアです。オンライン対戦ですか？いえ、オフライン対戦。オフライン対戦。同点首位の灰谷選手と歌広場がまさかの同じ回答。10ポイントを獲得し格ゲークイズ王に輝くのは誰なのか。それでは対戦 VTR を見ていきましょう。ドグラ対板橋ザンギフ、このために豪華カードを用意しております。クイズなのか、これは。じゃあ意気込みまず聞いていきましょうか。対戦する僕らも当然何もかも全然わからなさそうな対戦なんで、このクイズ答える人大変だろうけど頑張ってください。はい、ありがとうございます。確かに俺もまだどういうテンションで挑むか決めかねてるボタンを押して試合が始まったらここら辺決めようかなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。ただこれね、ドグラはねやっぱり結構大会でもザンギフしっかり勝ってる。まずここでザンギが勝っちゃう。はいあ、違う。まではこれえ、マジ？また決め金出んじゃんこれ。長いね。どうするか。いやもう59秒一瞬で経って体力なくなりましたんですよ。いやでもここでカットされる。これを使って倒しきるというのは攻めないとダメなんですけど必須になってきます。やっぱザンギ攻めないんで。いやからの。 EX ダブルにおいおいおい来た。これジャックなんで大丈夫です。勝った勝っダメなんで大丈夫です。これはで V シュート勝った勝った。ジャックから V トリガーを生発動していやなんか負けそうな編集の仕方してる勝った勝った。なくなった。マジで。あれ？フードさんあるぞこれ。やばいこれ二択やもん。いや、いいタイプいいね。おちょっと頼むよ。待って。ファイブドライバー、トリガーがあります。超有利使っていく。残り時間は15秒。持続を重ねて、ある。倒しにやりたい。いいぞ。数のこの飯が。 11。風間さん。おおどうなんだこれ。こう仕掛けていったんですけど、どぐらいかかる全員外れあるんか俺。アイアンマッスル。全員外れもある。ブスを取っていく。動きすごい。に対して最高リジェクトですね。勝ち強パンチもやはりアーマーがついていて中間距離で使いやすい技なので、ただ遅いんで、いいよ。謎のマジ。それ見てから。もう来た。ね、受け身取らないところサンフレね。最激スキルを止めた。いや、反応いい、反応いい。どぐらいうまいななんか。中距離戦。ジャックうまいドグラ。いや、うまい、うまい。ための強パンチ取っています。見事。やばいやばい。ザンギエフ対策。なんか見てるな画面を。 EX ダブルに。手堅い、手堅い。やばい強いぞ。手堅い。あやばい強いどぐらが。さあどうする。板橋戦追い詰められました。ここから負けたらすごい。板田さん頑張って。いやこれ相当時間かかるぞここから。おおうまいな。ジャンプ逃げている。あしよしよしよし。始まるか？ここでいけいけ。ショーが始まるか？いけ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 。発動。あぶれいけ。おお、さらにブッシュと連打している。残り時間は30秒切りました。いやいい勝負だな。板さんのゲージがないのは気になりますね。ナイス。どうなる？いいよ。始まるのか？ターン投げ抜けた。積極的だ。時間がない。え、おお、両者ドグララウンド数2対1。ザンギ相当変更点きつそうなんで、そこをちょっとつかせてもらいました。ありがとうございました。そうですね、じっくりながらもちょっと自分なりの試合作れてたんですけど、ちょっと攻めあぐねてしまった部分があったかなと思います。ということで正解は2-1でドグラ選手の勝利です。すげえなすげえ。これ当てたらすごいな。スペシャル問題を正解し10ポイントを獲得した数の子選手が合計18ポイントになり大逆転。その結果優勝は18ポイント獲得した数の子選手です。おめでとうございます。これは最後読みが冴えてた。これは格ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント格ゲーマーユニットプロジェクト仮。ここはちょっと俺が考えたやつ行かしてもらうわ。ラウンド5で皆さん応援よろしくお願いします。ユニット名がラウンド5に決定。来るべきデビューの日に向けて練習にも熱が入るメンバーたち。この手になんか引っ張られて筒にしたいんだ。あとでネタでしない方がいい。これワークするから。こうやってついた方がいい。そんな彼らを待ち受ける次なる挑戦、それはミュージックビデオの撮影。今やアーティストにとって欠かせない存在といえるミュージックビデオ。
そこではパフォーマンスの一つの完成形を見せることになる。彼らに撮影への意気込みを聞いた。初めて僕らのやってきたことが形になる、瞬間なので、そこは本当に楽しみですし、なんかちょっと少しでもなんかいろんな人に感動してもらえるようなものにできたらいいなと思ってます。 MV 撮影の人生でやる日が来ると思ったので、シンプルに楽しみたいなと思います。もう残り少ない時間なんですけど、そこに向けて本番に向けてしっかり追い込みつつ仕上げていって、いいものが作れたらなというふうに思います。やっぱなんで今まで練習してきたかっていうと、その MV とかでみんなでいいものを作れるように今まで練習してきたと思うんで、その今までの練習を生かしていいものができたらいいなって思います。僕ちっちゃい頃から芸能界っぽい感じが僕すごい好きっていうか憧れがあったんで、またこうやってゲーマーになったこともなんか自分ではびっくりですし、またそこから派生してそっち行くんだみたいな感じで今回の企画やらせてもらって、なんでやっぱやることはやったので、その本当にさっきみんな言ってるようにみんなでいいものを作って、その作品をみんなで見れたらいいなと思いますね。はい。各ゲーマーユニットラウンド5、果たしてどんな内容のミュージックビデオになるのか、続報に期待です。それでは本日も閉店のお時間となりました。感想をそれぞれ伺っていきたいと思います。クイズ番組結構見てるんで参加で楽しかったなって、俺これをライフとしてみんなと戦ってもいいなと思ってますよ。それでも俺は全然負けないと思ってるラウンド2期待してます。数の子さん15回倒さなきゃいけない。全然いいですよ。俺58回でも最初にですね、フード選手は 5問ぐらいやってたらいいなって言ってたんで、その通りだったんですよ。想定ができる人ですよ。そういう裏のエンディングはもう迎えてる。けど楽しかったです。いろいろ想像しながらやってたので。クイズもゲームも好きだからちょっと本当頑張りたかったんですけど、いかんせんハメ順問題を外してしまったのが痛かったですね。確かに。でもハメ順問題を外そうがなんだろうが、最後の問題解けばいいんだから、最後の読み、ここ一番の読みの深さ、鋭さ、これから磨いていこうと思います。まだまだやりたいぐらい楽しかったんで。よかったです。ぜひまたやってください。はい、ありがとうございました。はい。最後の問題で一気に逆転したんで、どっちかというと細かい知識が足りないなと思ったんでそうかもっといろいろ格ゲーの歴史を勉強しながら、ちょっとまた次回あったらお願いします。ということで、格ゲー喫茶ハメ順、今夜はハメ順カップ番外編格ゲークイズ王決定戦を、お送りいたしました。またのご来店をですね、お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。放送100回を記念して抽選で50名様に格ゲー喫茶ハメ順オリジナルアケコンボタン4個セットをプレゼントいたします。皆様のご応募お待ちしています。来週はストリートファイター5チャンピオンエディションを特集。梅原選手&ボンちゃん選手がご来店、お楽しみに。